おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。現在は今までのこの下落トレンドから上昇に変わるのかどうかというところを見ております。直近の動きを見ていると、こういう下落トレンドから下げ止まりから現在上昇してきているというところなんですが、ただ問題なのが直近のこの高値ですね。ここが超えられていないというところです。もちろん本日とか超えてくればここから上昇していくと考えられるんですが、現時点では何とも言えない直近のこの高値、このあたりですね、193円付近が意識されておりますので、こことか、こことか、この辺もそうですよね。ですので、193円を明確に上抜けられるかどうかっていうところを見ておいてください。ストキャスティクスは高値圏ですので、一度今ここ、昨日もお話ししていたんですが、ここでこういうダブルトップですね、を作っていく可能性、そのダブルトップの中で今こういうダブルトップを作ってきてますので、そうすると結構大きく下落する187円を割ってくるような下落になってくるかもしれません。現在はどちらとも言えませんので、ここ上抜けてくる193円を上抜けてくるなら上昇できますし、上抜けられないなら187円を割るような下落になっていくと思います。では4時間足です。先ほど日足でダブルトップと言ったのがここですね。こういう動きなんですが、4時間足で見るとここ上昇トレンドを作っているのがわかりますね。日足では上値が重いんですが、4時間足は一応こういった感じで高値を切り上げてきておりますので、この上昇が続くのかどうかっていうところを見ておいてください。本日は朝から強めに上昇してます。昨日の最終付近からですね、この辺りから上昇に向かっているんですが、この上昇が継続できるかですね。現在は GMMA の青帯からの接触、そして上昇、ストキャスティクスも安値圏から上昇してますので、このまま上昇できるかどうかっていうところを見ておいてください。では1時間足です。4時間足は上昇トレンド中なんですが、1時間足は方向感がありませんね。今週の初めから上昇トレンドを作って上昇してきたんですが、昨日あたりからここ下落トレンドに変わっているの分かりますよね。高値を切り下げてきておりますので、基本的には下落トレンドが今1時間足では続いている。ただその中で4時間足は上昇トレンドなので、4時間足の上昇の圧力と、そして1時間足のこの下落の圧力、どちらが勝つのかっていうところを見ておきたいです。本日朝から上昇してますが、ここ直近の高値を上抜けられずに今はいますので、ここを抜けてこれないとここでこういう形での下落になっていきますし、抜けていくとここからは上昇しやすくなる、こういう感じで上昇していきますので、今結構節目にありますので、ここを抜けられるかどうか。そして先ほど日足で見たようにこの193円というところを抜けていけるかどうかというところを見ておいてください。なので本日はこの192円を上抜けてくると一旦上昇。193円が近づいてくるとそこからは下落。193円上抜けるとまた上昇という、そんな感じですね。そして下落してきた場合はこの辺の安値が意識されてきますので、190円付近ですね。そのあたりからの反発をイメージしておくといいと思います。ではドル円を見ていきましょう。ドル円はポンド円と違ってずーっと下落トレンド中です。ただし今まで GMMA の青帯とここ以来接触していないんですよね。ですので一度こういう上昇の動きですね。この上昇方向の動きを現在は見ているところです。では4時間足です。4時間足ずーっと下落トレンドを作ってきているんですが、その中でちょっとこれ上昇に向かいそうなそんな雰囲気に見えてきます。ただ GMMA の青帯まだ超えられていませんよね。昨日も超えようとしているんですが、なかなかにこの GMMA の青帯、分厚い感じがしますので、ここから今下がっていくのか、ここを上抜けてくるのかっていうところを見ておいてください。本日はだからどちらになるのかっていうところですね。では1時間足です。1時間足は GMMA が過去これ下向き、そして上向き、そして現在は横ばいとレンジに入ってきておりますので、方向感がなくなってきてます。なのでレンジの時っていうのは上がったり下がったり、昨日もそうですが、下がって上がって下がって上がってとしてますよね。こういう動きをしてきますので、一旦は様子見なのかなと考えてます。そして本日の上昇、朝からの上昇っていうのはこのレンジの上限付近、この辺が下限、上限とすると、こういうような今動きで、本日の上昇で一旦上限を目指してきたのかなというところなので、じゃあそう考えるとここからは下落。そしてまた昨日安値付近で反発できるかどうかっていうところを見ておきたいですね。ここに矢印書き込んでおりますが、基本的には今、レンジですので、このレンジを明確に抜けてくるのを待ちたい。ただ、大きな幅のレンジになってますので、この黄色のゾーンを上抜けてからの上昇についていく。そして直近の高値、149円付近まで上がってくると、また比較的売り圧力が出てくると思いますし、このまま下落していった場合は、もちろん昨日の安値付近は意識されると思いますが、その下ですね、147円付近も意識されてくると思いますので、その辺まで下がってくると、そこからは反発がイメージできます。それでは本日は以上です。
現在使用しているのがトレーディングビューというチャートなんですが、使いやすいチャートですので、まだご利用でない方は一度試してみてください。登録は無料です。概要欄に URL を貼っておきます。また、ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な分析、そして週末の限定動画で FX のスキルアップをしていってください。FX を始めたばかりという方から、なんとなくやってきたけれども基本的なところがわからない。そしてもう1ステップスキルを上げたいという方に最適なメンバーシップの内容となっております。基礎から学び直したい方や、基礎はわかるけれどももう少し応用力が欲しいという方はぜひご利用ください。こちらも詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。